こんにちは、東京ベジライフです。今日は久しぶりの水曜日の動画なんですけれども、来週ヨガワークショップをすることになって、でその関連のメッセージとかを読んでいると、結構ヨガで怪我をされたりした方とか、あと体を痛めたっていう方がいらっしゃるようなので、今日はヨガと怪我というテーマでお話ししていきたいと思います。ヨガをされている方とかヨガのインストラクターの方の SNS を見ていると、結構ここを怪我しましたっていう風にアップしている方がいらっしゃって、で最近ヨガを週 2,3 回ぐらいずっと、やっていたんだけど怪我してしまって、でそしたら、前できていたこととかちょっとできなくなって、でそれが歯がゆくてやめてしまったっていう方にもお会いしたりして、実は私も3年くらい前からヨガを真剣にする中で、真剣っていうのは、ほぼ毎日ヨガを練習しているってことなんですけど、その中で最初に、膝ですね、膝から始まって、あと手首、股関節、最近では腰とかを痛めた経験があって、なのでヨガで痛めがちな部分っていうのは大体漏らしたことになるんですけど、その経験の中で、正直しなくてもいい怪我をしていたりとか、あと怪我を悪化させていたり回復を長引かせていたっていうこともあると思います。今日はそんな経験から怪我の予防、そして怪我を実際にしてしまった後のプラクティスについて学んだことをシェアしていきたいと思います。でヨガに関わらずジムトレーニングだったりランニング、エアロビクス、ダンスなどいろいろなエクササイズに共通するところがあると思うので、参考になれば嬉しいです。怪我する理由は大きく分けて2つあると思います。でまず1つは筋力がないから一部に負担がかかりすぎてしまうということです。ヨガは体の柔軟性を高めるとか、ストレッチ、とにかく伸ばすっていうイメージがあるんですけど、どの体のパーツを伸ばすにしても開くにしても安全に行うためにはそれをしっかり支える筋肉が必要です。でしっかりと支える筋肉がないと一部分に過度に負荷がかかってしまって痛めてしまったり、あと開いたり伸ばしたりする動作も行き過ぎてしまって痛めるっていうことがよくあります。その中でも特に重要なのが下半身、太ももの筋肉です。で少し前に180度開脚とかいうのが流行ったと思うんですけど、そういうものをやるにしても股関節を開くとか肘を伸ばすとか、そういう運動をするときにしっかりと太ももの筋肉で支えてあげないと、開きすぎてしまったり伸ばしすぎてしまってそこを痛めるっていうことになります。でヨガに関わらずランニングをよくする方っていうのも結構足の筋肉がついていない、もしくは筋肉はついてるんですけどきちんとそれが使えていなくて、無理やり足を動かしながら走っていて、でそうすると膝にだんだん負担かかってきて膝を痛めてしまうということがよくあります。で普段の生活の中でも結構腰が痛いっていう方もいると思うんですけど、下半身がしっかりしていないと上半身をしっかり支えられないっていうことがあるので、そうするとだんだん姿勢が悪くなってきて腰に負担かかるっていうこともあります。なのでそういう筋肉をしっかりとつけて筋肉を使うことを考えるためには、ヨガのポーズの例えばチェアポーズとか戦士のポーズとか、結構しんどいんですけどちゃんと下半身の筋力がつくポーズっていうのを抜かさずに練習してあげること、そして実際にする時もしんどいなっていう風に適当にするのではなくって、きちんと筋肉を意識しながらすることが重要です。でヨガで怪我をするもう一つの理由としてはズバリ練習のしすぎです。私の場合は足を首の後ろに持っていくポーズとかあるんですけど、そういうのがやりたくて、で股関節を広げる練習を何回も何回もして、それで結局坐骨神経症みたいになってしまったりとか、あとハンドスタンド、逆立ちですねをしたくって、で何回も練習して手首を痛めたりとか、そういう経験があります。
でヨガのクラスに行って他の人を見ると、あの人すごいできてるな、私もできるようになりたいとか、あとSNS とか見てると本当にもうすごいことをしてる人がいっぱいいるので、どうしても自分もそのポーズができるようになりたいとか、焦って何回も何回も練習してしまうっていうことがよくあると思います。ただ毎日少しずつ練習を重ねていってできるようになるポーズもありますし、でも実は一生かかってもできないポーズっていうのもあるんですね。なので重要なのは、そのポーズとか何かできるようになることっていうことではなくて、その過程、練習の過程ですね。それが重要だと思います。なので怪我の一番の予防法は、何事も急がずにゆっくりとやること。私も今は、もちろん難しいポーズとかいつかできるようになればすごい嬉しいですけど、それよりも、その過程ですね。なので日々の体との対話を大切にして、でその中の成長っていうのを楽しんでいきたいと思っています。で実際に怪我をしてしまったらなんですけれども、私の場合は一番最近、今年の初めぐらいに腰を痛めていて、で今年の初めというか結構去年の秋ぐらいからですかね、ちょっと腰が痛いなとは思っていたんですけど、でもそれをだましだましずっと練習を続けていて、でとうとう今年の初めぐらいに練習をしていたら、もうピキッっていう、ぎっくり腰みたいな感じですかねになってしまって、でもその場でもう動けないっていう状況だったんで、練習ももちろんストップして、でその時クラスに自転車で行ってたんですけど、自転車も乗ることができなくて、で押して帰ったっていう状況がありました。でその後、本当に結構生活に支障が出るくらいの痛みだったので、もちろんヨガの練習はストップせざるを得なくて、で2週間ぐらいですかね、本当全く何も、運動とかもちろんしてないですし、軽く動き回るぐらいで結構安静にしていたんですけど、でだんだん腰が痛くなくなってきて、でその時にヨガ結構ヨガで怪我してでもうやめちゃうっていう方も多いんですけど、私の場合は、ヨガでした怪我はヨガで治したいっていう気持ちがすごいあったので、ただ腰にいいポーズを取るとかそういうことではなくて、日々やってる同じことを練習するんですけど、もっとスーパースローモーションとかゆっくりゆっくり時間をかけてやって、それで特に呼吸を意識するようにして、ゆっくりゆっくり筋肉を伸ばしていく。でもしちょっとでも違和感とか痛みを感じたらもうストップして、で次の日にまたちょっとずつちょっとずつやるっていうことをしました。そういう経験があって、今は先ほどお話ししたようにしっかりと筋肉をつけて、それを使うことを意識しながら、あと無理をせずに焦らずにゆっくり自分のペースでするっていうことをしていて、でもう痛みとかはありませんし、難しいポーズとかも挑戦できるような以前の状態に戻っています。なので怪我をしてしまったら、まず重要なのは痛みの種類を知っておくっていうことだと思います。で筋肉痛のような痛みであれば多分そこまで問題はなくて、1日とか2日とかちょっとお休みをして、で体の様子を見ながらちょっとまだ違和感を感じるようであれば、その特定のポーズだけをしないとか、そういう処置で大丈夫だと思います。で一番まずいのは刺すようなシャープな痛みで、もしそういう痛みを感じたら、もうクラスの途中だろうが何だろうがもうすぐに練習をやめて、で1週間とか2週間とかそういう単位でお休みを取って、本当に完全に痛みがなくなるまで練習をしないということが重要です。で基本的にはやっぱり痛みを感じるっていうことは体が回復を求めているっていうサインなので、それを無視しないでちゃんと勇気を持って練習をお休みするっていうことが重要です。
であとはクラスに行く場合は先生に事前に、こういうところが痛いですとかこういうポーズはできませんとか事前にちゃんと明確に伝えておいて、それで先生に言われたからやるっていうことではなくて、自分で受け身にならずにコントロールして練習をしていくことが大切だと思います。ということで今日はヨガによる怪我の予防と怪我をした後のプラクティスについて学んだことをシェアしました。ヨガに限らずに怪我をせずにエクササイズを楽しみたいと思っている方やエクササイズをして怪我をしてしまったという方に参考になれば嬉しいです。こんな感じでヨガ、マインドフルな生活、ビーガンクッキングといったトピックで毎週土曜日、たまに水曜日に動画をアップしています。もしこの動画を気に入っていただけてチャンネル登録がまだという方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは See you next time!